100年住み続けられるように責任を持って建てたいなと思ってます。おはようございます。基礎部の黒川です。これから本命を建てるスタディーハウスの基礎着工です。行ってきます。新建の基礎工事はベタ基礎一体打ちなんですけども、通常壁と床の部分を2回で流しているところを新建では1回で流す一体打ちで行っています。玄関の部分もウッドデッキの下の部分もそこまで全部一体にする完全一体打ちで行っています。強度的にも優れてて、水の侵入も防げて、シロアリも入る隙間もなく、ベタ基礎一体打ちなんですけども、なかなかする会社っていうのは少なくてハードルが高いみたいなんですけども、新建では空気収熱ソーラーを欠かさず採用していることもあって、一体打ちっていうのはすごく重要なんです。基礎工事のコンクリートで蓄熱をして家の中を温めてくれてるので、やっぱりその空気が漏れないっていうことも一つ重要なポイントなんです。私ももう自宅が新建っていうこともあって実感してるんですけども、やっぱり冬はあったかい、基礎があってのあったかさ、これはもう自分でも一番実感しているところです。現場に行く前に基礎図面と配置の図面をいただいて確認した上で現場に乗り込んでいくんですけれども、その建物の位置と高さっていうのはやり返しが効かないので、もう再度、2度3度確認して進めるようにしてます。ステコンを流して大概1回ぐらい撫でてすれば、この黒い線墨出しって言われる作業はできるんですけど、僕らはその見た目的にもそうですし、掃除がしやすかったり水はけが良かったり、あと気持ちの問題があって、ステコンからきれいにしていくとその上の作業もすごく効率的に気持ちよくできるような感じがして、結構ステコンの綺麗さにはちょっとこだわってやってます。でコンクリートを鳴らし終わった後に型枠工事と言われている作業もそのまま進めていくんですけれども、ステコンクリートの上に全部立っていくので、鳴らす時にもこれでいいやっていうことではなくて、本当にここまでやるかっていう気持ちで、撫でるようにしてます。結構現場に立ち止まっていただくご近所の方とか多いですね。多分他ではしてないようなことってご近所さんも分かるみたいで、声をかけてもらったりとか、立ち止まってずっと見てもらうお客さんとか、結構多いです。特に見ていただきたいのはやっぱりお施主さんなんですけれども、なかなか基礎工事の期間中ってお客さんと会うことっていうのは少ないんですけれども、来てもらった際には少しでも携わってもらえればなと思って、コテを渡して、撫でてもらって、少しでも自分家に愛着を持ってもらうような思いで一緒に家づくりができたらなと思っています。おはようございます。早いですね、朝。新建に入社してもう20年経つんですけども、最初は営業2年ぐらいで、その後現場管理の方を7年ちょっとぐらいで、その後基礎工事をもう11年目になりますね、させていただいてます。もともと私は関東の出身で、移住してきて、20年
以上経つんですけども、鹿児島に来てからは、違う仕事をしてたんですけども、もともと真剣っていう会社は知ってて、気になる建物がですねちらほらと見えてきて、この家は真剣なのかなっていうのが、目について、これも真剣じゃないかなって思った家に奥様が玄関に出てたんですけども、ご挨拶をして「もしかしてこれって真剣の家ですか?」っていうお話をしたら「はい、真剣です」と。だから、こんな私みたいな赤の他人に、真剣の家の話をすごく説明をしてくれて、良さも説明してくれて、なんかその住んでる人がここまで言うってなかなかないだろうな、もう興味津々になりまして、建てたいなと、この家に携わりたいなと思って、突然ですね履歴書を送らさせてもらいました。勝手に送ったのでなかったんですけど、諦めきれず2回目送らさせてもらって、ご連絡もいただいて、すごく充実した仕事をさせてもらってます。自分から手を挙げてもうやりたいっていうちょっと会社の方にも言わせていただきました。一番は自分がやっぱ好きなことをして、この真剣で仕事をしたいなって思ったのが最初ですかね。私自身も何一つ経験がなくて、コンクリート工事、型枠工事、鉄筋工事、別に何一つできるわけでもなかったんですけれども、現場に出ることであったりとか、作業することっていうのも昔から好きで、現場監督をしている時にも、コンクリートを流す時にはちょっと手伝いに行ったりとかしてたので、やっぱり真剣でこの家づくりを、していくためにはやっぱり一番好きなことをやっていきたいなっていう気持ちが強かったので、今に至っています。プラスアルファ真剣の基礎工事は他の会社さんとはやっぱり違うやり方をしているので、ここを強化したいっていう気持ちもありました。やっぱり一番は真剣で自分が一番好きなことをしていきたいっていうのが強い思いかな。天気がいいので最高の生コン打設日和です。もうこの木を逃したらあと梅雨入るので、一番の時にコンクリート流せるので、あとは一発勝負です。頑張りますコンクリートをですね一気に流し始めたら本当もう時間との勝負なんです。もう夏場になったらですね流し始めて、もうどんどん乾き始めていくので、季節によって、人数をかけたりとか、コンクリートを流すスピードを変えたりとかしていきます。バイブレーターをかけたりとか、お掃除をする人だとか、鳴らす人とか、もう本当いろんな人に、携わってもらって、コンクリートの1対1という工事が施工されています。やりがいがきかない工事なので、すごく毎回コンクリートを打設の日っていうのはすごく緊張します。まっすぐ見た目的にも、乾いているようにも見えるんですが、ただそこは、季節によって養生期間を、しっかり決めてますので、品質をしっかり保った上で家を建てるようにしてます。責任を持って、いい家を作るように心がけています。基礎工事が全て終わりました。養生期間も1週間ほど、取って、型枠を外して、すごい綺麗に仕上がったと思います。次は
真剣の大工集団であるウィッツに、バトンをタッチして任せたいと思います。真剣の魅力はですね、やっぱこういつも楽しく進めることかな。こう自分も住んでよくわかるんですけれども、家族と話もしやすい。で、多分これって住んでる人ってみんな思うことかなっていつも思います。なんかこの家がずっとあり続けてほしいなって思います。そのためには私たちが一丸になって100年住み続けられるように責任を持って建てたいなと思ってます。基礎部の私がトップバッター、私が舞台を整え次へつなげる。